どうも、こんにちは。デミコです。昨日はね、ちょっとね、夜更かししちゃいまして、いつものことですけど、いつもよりも夜更かしをしましてですね。残念だな。今日は天気は良かったよ、朝。最近ね、ちょっとね、うちのね、家人とね、朝ね、歩いてるんですよ。1時間ぐらいね。早歩きでテク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 って散歩中かなんちゅうか。それはね、2週間ぐらい前から実は始めて、だけど最近ちょっと天気悪かったから、雨降ってると小雨ぐらいだと行くんだけど、ブワッパッパッパーって普通パラ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 って降ってるともう行かないから。で、昨日一昨日って行ってなかったんだけど、飛行機が見える。飛行機が見える。今日はね、青空なんですよ。青空。雲出てますけど。ねちょっと起きるのが遅くて、で、起きたら、うちの家人がすでに買い物に出てましてね。なのでね、今日は行きたかったな。明日頑張りますって、明日の天気予報見たら雨だったっちゅうね。どういうことよって話で。そんなことはどうでもいいとして。どうでもいいとして。今日もやっていきますよ。今日ちょっと喉ガラガラですけど、すいません。聞こえづらいかもしれないけど、すいません。途中で多分良くなると思います。ちょっと頑張ります。なんでかわかんないけど、今日ちょっと声が出ないのよね。風邪ひいてるわけじゃないですから、大丈夫です。喉がちょっとやられてるだけで。さあ、じゃあ続きをやっていきましょうっていうことですよ。ね。というんで、今日はどれをやるかして、こうか。こうだな。こうだわ。ね。今日はね、これをやっていきますよ。これ。ね。これ。これを、スクエアでやるとどうなるかっていう。これの通りにはできませんよ。ね。前回も言いましたけど、そっくりにはできません。なので、こんな感じでやるとどんな感じになるかっていうか、実はね、お試しでやったんですよ。すでにね。やってるんですよ。前回同様。やってるんですけど、こんな感じになるんでございますよ。こんな感じになるんですね。だいぶ雰囲気違うな。なんか全然別物だなっていう感じなんですけど、これはこれでいいとして。でね、そこでね、疑問が生まれるわけですよ。疑問っていうか、前回も言いましたけど、同じようにはできない。で、真ん中はこう潰れちゃうよと。ね。白くこう抜いてるのを、こう白いにできないよって、潰れちゃうよと思ったんだけど、でも1段目2段目白にしたら一応白抜きにはできるけど、これの感じがどうなるのかなと思ってやってみました。やってみました。こうですね。悪くはない。悪くはない。悪くはないんだけど、ここがね、気になる。どうかな、これ。ここがクロスみたいになってるじゃないですか、大元は。ね。かわいいクロスになってるわけですよ。ところがこれだとできないわけです。ね、最低限ここのサイズからになるわけです。クロスをやろうと思うと。中抜きのね。でね、これどうしようかなって。どっちがいいかねと思って、もう好みだわ。ね。この差って言ったら、最初のスタートを色にして、2番目白にして、3番目色にしてって順当に普通にやっていく。もしくは、これは最初中心も白、2段目も白、で3段目から色を入れていくっていう感じなんですよ。それだけの違い。どっちがいい？お好みだわ。ね、お好み。真ん中白く抜けてる方が可愛いような気もしないでもないね。透明で見たら、そうだね。どうだろう。どっちがいいんだろうね。迷うわ。でもね、お好みです。お好みなんだけど、今日はね、こっちでやります。普通に。でもし万が一真ん中白くしたい、ここがねちん切れても白くしたいって言ったら、1段目と2段目を白くする。白とは限らないですけど、抜けにしたいっていうんだったら、1段目と2段目を同じ色にすればこうなりますっていう話ですね。最初に説明しちゃってますけど、今日はこんな感じでちょっとねやっていこうと思いますよ。ではね、2日目っていうことでやっていこうと思います。2日目。ということでやっていきましょう。ですね、今日はこう色見ても分かるように、こっち側のね糸でニッティポップの482番の方でやっていこうと思います。ちょろっと余ってっからこの辺を使いつつね、やっていこうと思いますけど、じゃあ最初はこの前もね、前回もやったから説明するのもなんだけど、でも単発でね、結局全部やらなくても、この柄がいい、この柄がいいっつって選んでやる人ももしかしたらいるかもしれないから、毎回説明することにしますよ。スタートは1周したら、2周でもいいんですけど、お好きなようにしていただいて、でまず細編みを
ちょっと糸が最初から割れてるわはい、引き抜いたら細編みを1個で角に2つ、角用に2つ、鎖編みをして細編みを1個ね、全部で細編みを4つ入れていきます。角っこに、鎖編みでね2つ入れつつ、これで4つ目。はい、細編みを4つ目入れたら、で角っこ用の2つでキュッと締める。はい、締めて、でそしたらここ閉じる時に今回はこの四角だけで残すんじゃなくて、次にこうどんどん進んでいくので、これは閉じないでそのまま進んでいこうと思います。はい、真ん中四角だけ残す時は閉じた方がいいです。はい、でここぶっ刺してここですね、最初の細編みの頭に半目を、向こう側半目筋編みを編むようにこう入れて、はいね、あれですから、ここにもある短いのが、はいなんだモザイク編みはね、基本細編みは筋編みですから。はい。で、引き抜いて止めると。はい。止めたら、この人連れていくんで、こっち持ってきといて。で、そしたら止めたら、この目は放置して、隣の目に進みます。隣の目に進んで、半目取るようにね、細編みなので、角っこの鎖編みのところも、こうやって束で拾うんではなくて、目の中に入れます。半目です。向こう側半目拾うように入れて、細編みを1つ。で、角2つ、鎖編みをして、で、今度こっち側、1、2、3、1、2、3ってあるところの、ここの鎖編みのところに半目で入れて、目を入れて、細編み。細編みを3つします。こんな感じでね。いっぺんに細編みを3つします。はい。で、角2つ。で、そしたらまたこっち側から、こんな感じでね、この段は全部細編み。細編みを入れていきます。で、このやつはね、気をつけて編んだ方がいいのは、長編みが多いじゃないですか。これね、見てもらうと分かるけど、長編みだ、長編みだって入ってるじゃないですか。こういうのはね、膨らみやすいんですね。はい。膨らみやすいので、全体的に気持ち、ちょっときつめに、少しきつめに編んだ方がいいです。いつもの手で編むと、感じで編むと膨らむと思います。なので、少し気持ち、きつめに編んでいった方がいいですね。はい、なんかスルスル抜けますな。はい、終了だわ。もう。で、こっち側、はい、こっち側、一つ拾いますね。一つ拾って、細編みを入れます。で、そしたら戻ってきました。これ邪魔やな。端っこが。よし。はい。戻ってきました。ここが立ち上がったところですね。立ち上がったところ、立ち上がっただけなので、ここに最後に細編みを入れてあげないといけません。はい。ここは細編みの部分なので、入れるところはこの白い糸が出てる根元、まずここに入れますね。目の中に入れたら、ピュッと開けたら、さらにこっから出てるよと。ね。こっから出てる。はい。出てるところにブスッと刺します。そしたら、次編む糸を引っ掛けつつ、ね、持ち上げながら、これを細編みを一つ編みます。で、細編み一つ編むところでちょっと糸が足りなくなったんで足しますけど、細編みを編み入れます。はい。よし。はい、細編みを入れました。最後の目にね。はい。で、そしたら糸を変えて、で、今、細編みを編んだ目がここなんですけど、その隣の目の頭に入れます。とりあえず入れます。はい。入れて、引き抜いて止めます。はい。これで立ち上がり。はい。これで立ち上がりました。で、立ち上がったら、この目は放置。ね。今やったところと同じです。隣の目に行きます。隣の目に入れて、細編みを編んで、角2つ、こっち側。1つ、この前段鎖編みのところに細編みを1つ入れて、そしたら、ここで1つ長編み。ここが
123って前々段のところで編んだところの筋が残ってると思うんですけど、一番端の筋ですね。これは前々段で鎖編みで残したところです。鎖編みをしてたところを拾います。はい。長編みをします。はい。引っ掛けて、で、この筋の部分に通して引っ掛けて、1つ引いて、はい。2本を引いて、さらに2本引く。長編みを入れますね。長編みを編みつける感じです。で、ここ真ん中の部分は細編み。はい。で、またここ、長編みをします。今度、1、2、3番目ですね。前々段の3番目のところ、鎖編みだったところ、ここに入れて、はい。長編みを編み入れます。はい。で、お隣、ここ、端っこの前段の鎖編みだった部分、ここに細編みを1つ入れます。はい、こんな感じですね。で、角を2つ。はい、で、こっち側に来て、ここは1つ細編みを入れます。細編みを入れて、で、次、長編みです。1、2、3の最初の角っこ、一番角っこの部分ですね。ここに引っ掛けて、長編みを編みます。はい。で、真ん中は細編み。はい。で、次また端っこ、長編み、拾って長編み。はい。で、最後のこの角っこの手前ですね。前段、鎖編みのところを半目取るようにして、細編み。はい。細編み。で、角2つ。こんな感じです。はい。細編みをして、長編みをして、細編みをして、長編みをして、細編み。で、角。はい。この3段目はこんな感じになります。最後のところです。細編みを入れて、長編みを入れて、はい。で、真ん中、細編みを入れて、で、この最後、長編み入れるとここが、この段の立ち上がりの部分ですね。はい。立ち上がりの部分になるので、ここに長編みを入れるんですけれども、ここね、さっきはここに入れて細編みをこうやってやりました。ここ最後、今回は長編みなので、細編みではなくて、このまま長編みを入れます。で、取るところは、1、2、3、ここですね。ここがね、モコモコってなってると思うんだけど、ここ隠れちゃうんで、隠れちゃうっていうか、そんなに目立たなくなるんで大丈夫です。ここの隣ですね。ここ、端っこ。前段の1、2、3、2番目のところがこう立ち上がったところです。前段で立ち上がったところ。なので、モコモコってしてると思うんですけど、気にしなくて大丈夫です。3番目、ここを拾いますね。3番目拾って長編みを入れます。はい。で、最後引き抜くときに次の糸を引っ掛けつつ、ね、持ち上げつつ、引きます。はい。そうするとこういう感じになります。そんなにね、ここのね、感じが目立たなくなるんで、これは。はい。これで3段目終了。こんな感じになります。で、そしたら、隣の目に入れますね。隣の目に入れて、で、次の段の糸を引き抜いて止めます。はい、止めた。止めたら、隣、ここ、隣に入れて、鎖編みじゃね細編みをして角2つ。はい。で、この段どうしていくかっていうと、細編みをして、で、ここでまた長編みです。で、ここは分かりづらいかもしれないんですけど、ちゃんと前々段の同じ糸ね、白い糸のところの、鎖編みをしたとこなんですけど、ちゃんと正しくやってれば、こうやって筋が出てるはずなので、筋が残ってるはずなので、この筋を引っ掛けて長編みを編みつけます。はい。で、細編み3つ、1、2、3。はい。で、また長編み、端っこ、けーっとね、引っ張ってっていうか探して。はい。で、最後に細編みを1つする。で、角。はい。これが4段目になります。
細編み1つ、はい、で長編みで編みつけて、はい、で細編み3つ、1、2、3、はい、で長編み、よいしょ、はい、探して入れてください。長編み、はい、で細編みを1つ最後にして角角、こんな感じですね。はい、4段目はこんな感じでいきたいと思います。はい。はい、最後の段、細編みを3つしてきました。で、ここでまた長編みです。立ち上がったところなんですけど、さっきと同様に、この立ち上がったところ、ここに細編みを入れるのではなくて、ここは長編みの場所なので、上からかぶせるように長編みをします。はい。で、最後、引っ掛けて、で、ここで抜きます。はい。こんな感じですね。こんな感じになります。はい。で、そしたら、隣の目に、針を半目で入れて割れないようにね、はい、割れないように、はい、でそしたら、はい、引き抜いて止めると、はい、立ち上がりました。立ち上がったらここは放置で、隣の目に半目で拾って入れて、針を入れて細編みをします。で角角、はい。じゃあこれ5段目どうやっていくかっていうと、細編み長編み、はい、細編みをしてすぐ長編みですね。そしたら細編みを5つ入れます。1、2、3、4、5、はい。でそしたら長編みですね。ここも前々段の端っこの鎖編みのところに入れるので探して入れてください。で細編みを1つして角角、はい、細編み長編み1つで細編みが5個、1、2、3、4、5、はい、で長編み、はい、で最後に細編みを1つして1、2と、はい、こんな感じで5段目を入れていきます。はい、最後5個細編みを入れた後、また同じですね。ここ長編みを編み入れるので、上から隠す感じになります。長編みをして、で次の糸引っ掛けといて、最後抜きます。はい、これで5段目が終了になります。はい、5段目です。次、ここですね。隣の目にまた針を入れて、次の糸を引き出して止める。はい、止めたらその目は放置で隣に行きます。でこの段はどうするかっていうと、もうひたすら細編みのみでございます。はい、6段目は全部細編み、はい、なので説明することはないと思いますので、一目に一つずつ全部細編みを入れていきます。これが6段目ですね。はい、全部細編み、もちろん筋編みですよ。筋編みで細編みを入れていってください。はい、全部細編みを入れてきました。で最後の目ですね。最初に立ち上がった目のところに最後にここも細編みを入れていきます。ね、ブスッとこの白いのが出ている根元にブスッと刺したら、次の糸を引っ掛けながら細編みを編みます。はい、でギュッと引っ張って、はい、でそしたら次7段目ね。
ブスッと刺して次の糸を持ってきます。次の糸を引き抜いて止めると。はい、立ち上がる。で、そしたらまた同じようにお隣の目に進んで細編みを1つ入れます。で、角。で、こっちの側ですね。ここ7段目。違うや。1、2、3、4、5、6、7段目。7段目。はい。で、7段目はどうやっていくかっていうと、これも難しいことはないです。角っこに1つ細編みを入れたら、あと全部長編みです。はい。前々段の一番端ですね。こっから拾って長編みを入れていきます。ただ、コツがあります。ブワンと広がらないようにするには、端っこを普通に編んで、端っこの方。真ん中に行く近づくっていうか、こう真ん中の方は少しきつめに編みます。はい。どうしても真ん中の方がブワーンとなっちゃうんで、同じように編むと、前回もね、ちょっと説明したと思うんですけど、長編みが連チャンになるときは、真ん中の方をこうちょっと沈める感じの、きつめに編んで、で、端っこに行くたんびにちょっと緩ませていくっていう、この辺はもうテクニックって言いますか、手の感覚っていうか自分の感覚なんですけど、なんとなく端っこの方は少し気持ちこうなんていうの、比較値って気持ちこう緩めに編むぐらいの感じでね。でそれで一番最後の目はここは細編みですね。これ引っ掛けちゃったからあれだけど細編みで、違う、ここもう一個じゃね。もう一個編んで、はい。で、最後の細編みを編み入れるところは前段の鎖編みのとこですからね。ここですね。引っ掛けちゃった。ここですね。鎖編みのところを細編み最後に1つ入れます。で、角2つ。はい。そうすると真ん中がブワーンとならないように、端っこの方をね、ちょっと緩めにして真ん中の方きつめにしてるんで、そうすると大体なんとなく一直線に並びます。はい。こうしておいた方がいいです。じゃないとね、膨らんじゃうんでどうしても。細編みをして、あと全部長編み。はい。じゃあこんな感じでこの段を編んでいこうと思います。3つぐらい普通に編んだら、あとはきつめみたいな、真ん中あったりきつめ。私はそんな感じかな。だいたい。3つぐらいは普通に編んでも大丈夫。で、真ん中、これはなんだ。5つぐらいかな。5つぐらいちょっときつめに編んだら、はい。で、そしたらこの辺からちょっと緩ませて、普通な感じで編んで、あらら。普通な感じで編んで、ね。こんな感じです。最後。はい。ね。ゆったりな気分で。で、細編み。じゃあこんな感じで7段目編んでいきます。はい、ここまで編んできました。ここからね、新しい玉に入ってきましたけど、とりあえず長編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個編んできました。9個編んだ時点でですね、もう一つ普通に編めるんですけど、ここでなぜ止めたかっていうとですね、10個目の長編みがですね、前々段の自分のとこにね、自分と同じ、糸のとこを引っ掛けるんですけど、前々段立ち上がりの場所になってるんですね。立ち上がりの場所っていうか前段の立ち上がりの場所になってるんで、ここがピュッと2つあると思います。こう離れてるこの上側を拾っちゃうと、ここにこう白いのがブーンとこう穴が開いてできちゃうんで、ここではなくもう一つ下のここですね。これです。ここに最後の最後にもう一つ入れる目があるんで、ここの手前、ここにあります、筋が。
こいつを拾います。はい。こいつを拾って長編みを入れます。はい。で、最後、立ち上がった目のところに上を同じようにかぶせるように長編みを入れて、で、白いやつを持ち上げてあげつつ、最後入れますね。はい。こんな感じです。はい。これで7段目が終わりました。8段目いきます。ちょっと、こいつ邪魔だから避けといて、はい。隣の目、ここですね。ここに入れて、ね、鎖編みの手前での細編みの頭ですねに入れて引き抜いて留めます。はい。で留めたら隣前段の鎖編みのところに半目で入れて細編みを1つ編む。で角っこ2つ。はい。でそれでここも細編みを1つ入れるんですが、この段もこの段も全部細編みですわ。ね。この段も全部細編み。8段目も全部細編みになるんで、このまま普通に、筋編みをするように細編みを入れてきます。じゃあ1周、これで1段編んできますね。はい。はい。はい、ここまで入れてきました。最後ですね。ここ最後立ち上がったところは細編みを入れるので、同じようにどっから出てきてるのここからっつってブスッと入れたら、次の糸を持ち上げつつ最後に細編みを入れてあげます。はい、最後に細編み入れてしっかり引っ張って、はい。さあ、じゃあ次どうすんの？はい、次隣の目また頭に入れて引き抜いて留めます。で最後のここの鎖編みのところにの頭に目を入れて1つ細編みを編みます。角に2つ、鎖編みをして、はい。じゃあこれ9段目どうするかっつうと、端っこ細編みを編み入れますね。はい。端っこ細編みを編み入れたら、ここ長編み角っこの一番ここのね前々段の鎖編みをしたところを拾いつつ1つ長編みを入れます。はい。1つ長編みを入れたら、あとは全部細編みです。はい。2、3、何個だ ?4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい。13個細編みをしますね。13個細編みしたら、最後また一番前々段の一番端っこのところに長編みを入れて、一番最後にまた一つ細編みをして角。はい。こんな感じです。角だけを四角くこう下ろしてあげる。ね。最初のところこうやってね、角っこだけ。はい。こんな感じでやってあげて。で、あと全部細編みですね。はい。じゃあこんな感じです。9段目はこんな感じ。割とね、この違うわ、モチーフか。このモチーフはそんなに、複雑ではない。ただ、簡単かっていうと、この長編みをダーッと入れていかなきゃいけないので、そこをちょっと気をつけてあげれば、まあ、そんなに難しいもんじゃございません。はい。で、ここだね。長編み。はい。じゃあ、こんな感じで編んでいきます。はい。ここまで来ました。はい。で、ここで、ね、細編みを13個編んできて、14個目、ここ立ち上がったところですね。立ち上がったところ。ここがまた長編みで隠すところになるんで、長編みで入れて、最後、引っ掛けて、一抜き、最後ね。はい。で、しっかりキュッと、白い方ですね。前段のところ、引き締めてあげて。はい。で、こんな感じ。で、9段目終わった。はい。10段目。はい。隣入れて引き抜いて留めます。はい。で、さらにお隣前段の鎖編みのところに入れて、
細編みをします。で、1、2と角っこ編んで、ここ、細編みを3つ入れます。1、2、3。はい。で、そしたら、こことここの間全部長編みです。はい。13個長編み。はい。で、これも同じように端っこの方は少しゆったりした感じで編んだら、少しずつちょっときつめにしてって、真ん中の方はちょいきつめでな感じでこう編む。はい、こんな感じで編んで、長編みをずっと13個入れてきます。はい、で残り3個ぐらいはなんかこう普通になっていく感じ。これで13、あ、ちょっと待って、何個だいよっと、これで123456789101112合ってるね。はい、13個。はい、13個入れて、で端っこの方は普通に編む感じで、そしたらこの長編みの上から123と細編みを入れて角っこ。はい、この段はこんな感じになりますね。置くと分かると思うんですけど、まっすぐになってると思います。真ん中を少しきつくしないとブーンと広がっちゃうんで、あえてきつめにしてこうやって編んでます。そうすると最後仕上がった時にね、四角くなるんでブワンと広がらないように。はい、じゃあこの段こんな感じでいきますね。端っこは3つ細編みで、前段の長編みと長編みの間に全部長編みを入れていく。はい、じゃあこんな感じでこの10段目かな、10段目はこれで編んでいこうと思います。はい。で、13個長編みを入れた後に細編みを1つしたら、ここ立ち上がったとこですね。立ち上がったところ。ここは普通に細編みを編み入れるので、白いところどっから出てきてんの？穴に刺して引っ掛けつつ、はい。はい。これで OK ですね。はい。こんな感じでできました。はい。で、最後の段をきれいに終了させるために、この段でも、白いのは終わりになるので切ってしまいます。はい、直近切ったら一応ね、見た目きれいにやるために閉じます。きれいに。入れるところはここの隣の細編みのところに新しく頭を作ってあげることになるので、その隣鎖編みのところですね、ここに通してあげます。でここに新たな鎖目を頭に作ってあげる、かぶせるようにしてね。はい、一つ作ってあげます。これ数合わせちゃんとしておかないと、合わせる時に、モチーフをねつないで合わせる時に数があれっていうことになるんで、これはちゃんと合わせるようにね、はい、したら、あとは適当にこっちに流しておけばいいので、はい、適当に流しておいて、ではこの辺から出しておいてもいいし、でそしたらあとはほら編みくるめていけばいいからね。はい、こんなに気をつけることないですね、ここは。はい。でそしたらこの段の今頭作ってあげたとこですね、最後の細編みのところ、鎖編みの手前ですね、細編みのところを半目拾うように針を入れてあげて、ね、ちょっとこいつも掴んであげて、で糸を引き出して立ち上がって、はい、で隣の鎖編み半目拾って細編みを入れていきます。ここはもう全部また細編みですね。はい。
じゃあ一目に一つずつ細編みをして、この11段目を終了させていこうと思います。はい、最後まで来ました。一番最後の目に入れて、で、最初に立ち上がったところに、細編みを忘れないように編み入れて終了。はい、こんな感じですね。はい、できました。なので、そしたら、ちょっと切って、はい、これで終了になります。で、さっきと同じです。鎖目で閉じるので、最後のこの細編みの部分の頭を作ってあげる感じになるので、もう一つお隣の鎖編みのところに針を入れてあげて、はい。で、これで頭を作ってあげます。出てるところに戻して、もう一つ下通しますね。2本。ダブルで拾います。で、通してあげて、で、あとは一瞬こっちに戻します。はい。で、戻した方が目が安定します。で、戻してからは、お好きな方に糸処理をします。わしは最近こっち側。表に出ないしないと。がっつり表でした。表に出ないように、こっち側でうまいこと。はい、こんな感じで。はい。はい、こんな感じですね。はい、できましたよ。はい、同じ感じになったと思います。ちょっとでかくなったかな。そうでもないかな。どうかな。そうでもないね。大丈夫だね。ほんのりだね。ほんのり。まあいいや。大丈夫。なんとでもなる。このぐらいだったら。はい。はい、出来上がりました。こんな感じになりました。どうでしたろう。ね。あれだね。平編みで編んでたやつよりは、なんかちょっとだいぶ雰囲気が違う感じにも見えなくもないけど、はい。出来上がりました。2個目出来上がったんでしょうね。この2つ両方使うつもりなんですけど、さあ、じゃあ、見比べてみましょう。どんな感じ？はい。大元はこちらです。これをこのままスクエアにして編もうと思うとこうなりますって話だよね。なんかだいぶ違うよね、雰囲気が。えらい違うやんね。へえ。なんか全然違う。まあでもね、これはこれで面白いと思います。はい。サイズ的にもバッチリですね。ほぼ同じですね。はい。まあまあ、いい感じなんじゃないかなと思います。だいたいね、これがね、一辺が11センチぐらいだと思うんだ。うんね、11センチ。だから、これを4つ並べると、ちょうど45センチのクッションカバーにちょうどよくなると思うんですけど、45センチのさ、クッションにさ、45センチ角のまともなさ、クッションカバー45センチの作っちゃうとさ、ブカブカっぽくならない？私さ、それ気に入らなくて、いつも小さめに作るのね。2センチぐらい。でもこれでくっつけると、周りを全部こうやって編まなくても、くっつけるとそれだけで44センチでしょ。うん。まあでも大丈夫。44センチだったらまあ大丈夫ですよね。ね。うん、大丈夫だと思います。はい。なので、これでね、45センチサイズの、あれができると思うんですけど、まあ、最後にまたいろいろ説明しますけどね。糸によって違いますから。はい。糸によって、これ以上太いのを使うともっとでかくなっちゃうけど、これ以上細いやつだったら、最終的にね、あれした時に周りにこう、またさらにこうやって、周りずっと編むように編んで、それで、両面ね、くっつければいいだけの話ですから。ね。それはまた、後々しますけれども、はい。違い、こんな感じでございますよ。はい。どうでしたろう。ね。私はこっちの方が好きだな。私はこっちの方が好きだな。うん。まあでもね、モチーフでやるってことでやってるんでね。はい。これを元にしてね、やっていきます。はい。こんな感じで出来上がりました。じゃあ3日目はこっち行きますけどね。はい。はいはい。さあ、皆さん、できましたでしょうか。ということでね、今日はこんな感じでやってまいりました。1日、1柄。1モチーフ2枚ってことで、やっております。次、3つ目、またさらにね、続けてやっていこうと思いますよ。はい。というわけでね、
本日はね、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。なんかね、終わり急いだ感があるでしょ。なんでかちょっとね、今日ね、おまけあるんですよ。ね、今日おまけちょっと長いおまけがあるの。そうそう。なのでね、おまけどうぞ。はい。久々の食べ物です。はい。はい。というわけで、おまけでございます。はい。今日は久々のね、おまけはね、食べ物でございますよ。はい。いや、今ね、ちょっとランチタイム。ね、ランチタイムなんか食べなきゃ。時々ね、うちはね、しょっちゅうとまではいかないか。でも時々ね、食べるんですけど、以前からよく出てくるピッキャーっていうね、ピッキャーっていうフランスの冷凍食品専門のお店、日本にもありますね、今ね。でそこのピザをね、うちの家人が買ってきたんでね、今日はねそれを食べたいと思います。はい。まずはね、最初に食べるどういうこと？いいや。はい。ご紹介いたします。私がね結構好きなやつなんですけど、こちらですね。ピッキャーレギュームペストパルミジャーノレッジャーノって書いてありますね。はい。バジルとで、あとペストね、だからバジルのこのソースですね。でトマトがあって、パルミジャーノレッジャーノだからパルメゾンのこうちょん切ったやつみたいなのがかかってて、あとはオニオンルージュってなんていうんだ、普通の赤玉ねぎ、そんな感じですよ。そんな感じのやつ。これ私結構好きなんですよ。これ普段からどれがいいって言われると、なぜかこれを取ってしまう私ね。ヌメロとはっていうことで、ナンバー3ですね。はい。こちらはね、ちょっとね、まず食べたいと思いますよ。はい。これは、こうやって置いとこうか。ね。ちょっと待って。これ写真こんな感じ。ね。よーく置いといてくださいよ。はい。実物をお見せいたしたいと思います。まん丸じゃなくて、もうちょっと切っちゃってあるんですけど、ですね、ちょっと皿用意して、どれが一番見栄えがいいの？これこれですよ。はい。もう切ってあるんですけど、はい。こちらです。はい。本物はこちらです。はい。どうよ。ちょっとパルミジャーノ、レッジャーノ。一応あるね。赤玉ねぎ、はい、あるね。はい、ペスト、そしてバジル。ほぼ一緒ですわ。ね。言ったらこっちのがやっぱりちょっと豪華に見えるけど、これね、ちょっと今日食べていきたいと思いますよ。私の食べ方。こっちの人ってね、ナイフとフォークでピザ食べるんですよ。手で食えばいいのにと思うんですけど、イタリア人なんか手で食うんだけどねっていう話で、こうやってやってね、うまいこと食べるんですけど、はい、じゃあいただきます。おいしい。これね、私ね、基本的にね、ペスト好きなんですね。ペストって病気のペストじゃないですよ。病気のペストじゃないですよ。バジルの、あれですね。ソースですね。パスタなんかでもね、ペストあるとね、結構頼んだりするんだけど、ペストのやつはなんだ、なんつうんだっけ、ジェノベーゼか。ね。ジェノベーゼなんていうのはね、ペストのソースですよね。ジェノベーゼあると結構頼んだりするんだけど、基本美味しいんですよ、このナンバー3っていうのはね。で、日本でどのピザ売ってるかわかんないですけど、ピキャーでね、しかもいくらで売ってんのか知らないけど、むっちゃ高そうだけどさ、皮もね、こうちょっと薄めになっててちょうどいい。ふかふかのね、皮っていうか生地かね、ふかふかの生地はね、あんま好きじゃないですよ。できればもう薄いカリカリのやつ、あれが一番好き。美味しい。これはね、もう普段から食べてますから、下味ですから。これをね、あれですよ、オーブンに入れて、これね、10ミニュットって書いてあるんで、210度で10分やるんですけど、スーパーにもね、いっぱいね、ピザ売ってるわけ。で、今日本でもね、いっぱい売ってると思うんだけど、結構ね、いっぱいっていうのかな、結構売ってると思うんだけど、スーパーのピザってね、物によってはね、美味しくないわけ。で、何入ってるか分かんないじゃない？
でピキャーはまあ一応こういう形で何が入ってるかその物自体が見えるからさ、スーパーの本当何入ってるか分かんない。なのでスーパーのピザを買うよりはちょっと高いんだけど、まあ言ったらねどんぐらいだろう、値段分かんないよ私。でもスーパーで買うよりはちょっと高いと思う、普通の。でも普通のスーパーの本当にねまずいやつは本当まずいから、有名なメーカーのやつでも美味しくない。まあ一番いいのはイタリア人がやってるイタリアの料理のお店行ってピザ食べるのが一番いいんだけど、間違ってもフランス人がやってるイタリア料理の店っていうかね、チェーンみたいなやつとかね、絶対行っちゃダメだよね。美味しくない。さあ次最初はって言ったってことは次があるってことです。はい。じゃあ次のピザちょっとご紹介しようと思います。次のピザはね、今まで何これって言って手を出してこなかったんですけど、うちの家人がどうしても試してみたいって言うわけですよ。でいろんな種類のピザがあって、ほとんど食べてきました。今までピキャーのやつは本当にほとんど食べてきました。でもこれだけ食べてないんですよまだってことで、今回うちの家人が買ってまいりました。どんなピザかって言いますとですね、ちょっと見せますわ。はい。どういうことって感じでしょ。どういうこと？ピンクいんですよピザが。でソースもピンクいし、何入ってんのって言ったらウムスオバジリックって書いてあるんだけど、ウムスっていうのはひよこよくねムスリム系のひよこ豆をよく食べる地域ってありますよね。で特にレバノン料理とかによく使われるんだけど、ひよこ豆のペーストみたいなやつです。ひよこ豆のペーストです。それのバジリックだからとバジルってことなんですよ。でここにチーズが乗ってて、どんなチーズが入ってるのかな、なんかちょっとキモいんですよ。私ムスってあんまり好きじゃないのよ実はね。だから今までさっき言ってたし、この赤いの何なのと思って、ずいぶんピンクいよね。ちょっと待って、何が入ってんでしょうね。どこアングレディオンどこアングレディオンあったファリンドブレですね、普通に小麦粉、水、フロマージュ、シュラチアテラ、知らない、ディブラタ、よくわかんないどういうものなのかわかんないんですけど、どうなんでしょう。知ってる人は知ってるよねきっとね。どんな感じなんだろうね。セル、塩、これくただしきて、なんか酸味料みたいなのも入ってんね。シトラクティクニュース酸白ワインのビネーグルでしょ。であと何があるの？バルサミック、ビネーグルバルサミックドゥモデンみたいな。バルサミコ使ってるわ。バルサミコね嫌いじゃないけど、何でも最近使うからもうバルサミコの味に飽きちゃってさ、私さ。もともとあんまり好きじゃないんだけど、バルサミコって言われちゃう、ソースバルサミコって言われるとね、私うんざりなんだよね、もうね、はっきり言って。バルサミコなんてね、もうね、飽きた、はっきり言って。いらねって話。もう普通の酢でお願いしますって感じなんですけど、私的にはね。まあいいや。じゃあこれはね、じゃあ実物はどんな感じなのって話ですよ。実物はどんな感じなの？ちょっと見せますわ。ね、しょうがない。見せるしかないよね。置いとかないとこれ。ね、置いといて。ここ置いといて。はい。はい。じゃあ一応、一番見栄えが良さそうなやつを、持ってきましたけど、どうなんかな。はい。実物、だいぶ違くね。だいぶ違う感じがするな、色がな。まあそんなもんですよ。そんなもんだと思うんですけど。で、だからこれがチーズでしょ。で、ここにあるこのペーストみたいのがこのウムスってやつね。で、バジル。これなんだようわからんな。ようわからんけども、とにかくこれがなんか知らないけど赤いんですよ。なんで赤いんだっていう話。なんで赤いのこれ。わかんない。わかんないけど、まあでもとりあえずね、食べてみましょうね。初めて食べます。はい。初めて食べます。美味しいのかどうかさっぱりわかりません。食べます。はい。じゃあちょっといただきます。ドキドキっていうか、なんだろうこれ赤いの。まあちょっと食べてみますね。はい。
ああ、そうくんの。へえ。あ、そう。うん。うん。なんかね、言わしていただくと、この組み合わせでなんでピザにしなきゃいけないの？いや、最近そういうのが多いのよ、実は。なんでこの組み合わせでそれをわざわざピザにしなきゃいけないのみたいな、そういうものがすっごい多いんですよ。その一つだよね、やっぱりね。これなんだろうね。なんだろうと思ったけど、やっぱピンクだから、こういうことになるんだろうな。これね、なんかのフルーツだよ。なんだろう、クランベリーかな、なんだろうな。ちょっと待って、英語で見た方がいいな。フランス語で分かんないことがあるから。私も全部フランス語分かるわけじゃないからね。あ、クランベリーだ、ほら、やっぱり。クランベリーだ。って感じじゃない？正直言うとですね、まずくはない。まずくはないけど、なんでこれをピザにしなきゃいけないわけ？あ、でもね、生地は美味しい、普通に。でも生地からもほのかに香るクランベリーみたいな多分感じだと思うんだけど、生地は美味しいんだけど、それをクランベリーをなんでウムスとこう合わせてバジリクってどうなんだろう？そういう料理でもあるんですかね？レバノンとかにね、わかんないですけど、別にピザにしなくていいんじゃないの？っていうのが正直な私の感想ですけど、まずくはないです。ただこれが美味しいかって言われると、ちょっと切り替えよう、頭をね。ピザとして食べるから、ピザって頭で食べるからってなるんだと思うんだ。これが多分じゃあピザじゃなくて、ただのこういったタルト的なね、なんか焼き料理じゃねえな、なんつったらいいんだな、オーブン料理っていうの？オーブン料理みたいな感じで、まあありじゃない。はい、というわけでね、今日はね2種類食べましたけど、ナンバー3のこっちはもう天板なんですね、私的には。でこっち31、わかる？ 31 だってよ。だから今までそんだけ出してるってことなんだと思うんだよね、数をね。すごいね。いや、欠番もありますよ。常に30個もねこう並んでるわけじゃないの。いつもね、どんぐらいかな、10種類ぐらいはでもあるかな。10種類ぐらいあって、でもちろん欠番になってて出てないやつもあるんだけど、だからもう販売終了してるやつとかもちろんあると思うんですよ。で日本でこれが見つかるか知らんけど、これは多分でも定番みたいな感じだからあるんだと思うんだけど、まあこういうのはどうかなと思うけどね。まあ言ったらね、そうだね、悪くはないかな。思ってたよりは悪くなかったっていう感じですね。はい。まあ今回のこれに、懲りずにというよりも、劇的にまずってわけじゃなかったんで、まあなんかまた新しいの出てギョッとするような組み合わせとかあったら試していこうかな、と思ってます。悪くはない。ただ、クランベリーだから時々なんかちょっと半分デザート感覚にもならんな。でもならんけども、なんかそんな感じで、がっつりこっちがなんかトラディショナルな感じのがっつりした普通のピザ頼んだら、もう一個はなんかこういうお遊び感覚的でこういうのを頼んでみてもいいかなと。でなんかこう集まりがあった時に受け狙いで出てもいいかなっていう感じもしないでもないんだけれども、まあそこそこ美味しゅうございました、言ったら。はい、正直に言うとそこそこ美味しかったです。はい。ただなんでピザにすんの？そこですね。はい。というわけで、はい。今日はこんな感じで、ピザの試食をしてまいりました。皆さんお近くにピキャがありましたらって、そんなにねしょっちゅうフランスみたいにあちこちにあるわけじゃないんだけれども、日本の場合は。でももし万が一行くことあったらちょっと見てみてください。もしかしたら日本でもあるかもしれないしね。ただピキャのねピザはね基本的には美味しいです。普通のやつとか基本的には美味しいので、もし機会があれば食べてみてはいかがですかっていう話ですね。でも言ったってね、なんか今ピザオーダーすると高いんだって、出前のピザね、高いらしいじゃないですかね。それと同じぐらいするんじゃないかなっていう感じはしますね。こっちだとね多分ねそんなにいくらぐらいだっけな、そんなでも4ユーロ5ユーロ5、600円ぐらいかな、これ冷凍で買って一つ。いやそんなにと安いわけじゃないけど、円安のせいもあってね、多分そのぐらいだと思うんだ、値段的に。
だと思うんで、600円もしないかな。でもいくらか分かんないか私、値段チェックしてないんで、はい。まあうんと高いものうちの家人は基本的に買わないのでそんなに高くないと思いますけど、日本で買ったらまあ3倍ぐらいするから、3倍ぐらいするかなって感じはするんで、まあでも機会があったらぜひお試しくださいというわけでございます。では、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また、次回、すぐにお会いしましょうね。はい。ではそういうことでバイバーイ。